こんにちは、八雲太郎です。今日は芝浦で開催されているタグボートアートフェアにやってまいりました。このタグボートアートフェアはギャラリー単位ではなくてアーティスト単位のブースが今回は合計89のアーティストが参加されているということで、この2階と3階2つのフロアで開催されるということですので、早速行ってみたいと思います。はい。相変わらずアートフェアの動画は音声は後から入れています。まずは2階から見ていってます。入り口にはタグボートの歴史が書かれたパネルが大きく表示されてました。で、2階のブースマップがこちらなんですけれども、この矢印の動きで見ていってますので、ブースマップとかを持っている方は一緒に見てもらったりとか、タグボートのホームページとかに上がっているかと思いますので、それを見ながら参考にしていただければと思ってます。それとですね、今回の撮影は金曜日の午後4時からオープンしたんですけれども、VIP ですね。空いてすぐ入って、なるべく人がいない時間帯にと思って早めに行ったんですけれども、それでもやっぱり結構人いらっしゃったので、なるべく人が映らないように撮っていますので、もしかしたらちょっとしか映ってないブースとか、取りそびれてしまったブースがある可能性もあるので、その辺はですね、ご了承いただければと思っております。なんかこうブースに立ち寄ったタイミングとかで、お客さんいらっしゃるときは、少しだけ映らないように、なるべくお客さんが映らないようにっていう感じで撮ってますので、それも踏まえた上で、のんびり見ていってもらえたらと思ってます。で、たまに要所要所ブースの番号を出してますので、ブースマップと一緒に見ていただいたらいいかなと思ってます。今回はゴールデンウィーク中の開催っていうことで、結構人が来てるのかな。僕は土日は行きませんでしたけれども、金曜日のプレビューの時点で、そうですね、割とこのね、2階3階に分かれてるんで、こう、なんていうのかな、ガランとした雰囲気に見えがちですけれども、一つの会場として考えると、それなりに人が入ってたんじゃないかなと個人的には思ってます。土日の方が多いんでしょうけどね。皆さん、アーティストさんもほとんどの方いらっしゃっていて、たまたま金曜日なんで来れない方とかも、おそらく土日はほとんど皆さんいらっしゃったと思うんですけれども、皆さん接客されてて偉いなと思いながらね、見させていただきました。作品もここのところの、なんていうんですかね、不景気じゃないですけれども、アートシーンの盛り上がり考えると、ちょこちょこ売れてたんじゃないかなっていう印象が初日は僕はしましたけれども、やっぱりだけどね、今、東京もホテルめちゃめちゃ高いですからね。カプセルホテルでも1万円くだらないってことになってきちゃってますからね。地方からフェアのために泊まりで来てる方はなかなか大変だったんじゃないかなと、アーティストの方ね、思いますけれども、お疲れ様でした。いや、なんかだけど、そうですね、まず感じたのは、タグボートアートフェアっていうのがそもそもタグボートアーティストの方々のフェアということになるので、毎年やってますけれども、簡単に言えば、そのメンバーはそこまで変化がないという感じなんですよね。例えば去年のタグボートアートフェアに出てたアーティストさんのメンバーとそこまでは変化はないですけれども、個人的にはものすごくクオリティがやっぱり上がってるなというのが正直な感想というか、クオリティというかですね、もちろんクオリティも上がってるんですけれども、それぞれの創造性、それぞれがすごく進化してるなと思いましたね。で、3階に移っていきたいと思います。3階はこういう風な感じで、矢印の方向で動いていきますので、ブースマップを見ていただければと思いますけれどもね。このタグボートアーティストの方はいろんな方面で活
ど活躍してる方もいっぱいいるんですけれども、毎年出られてる方のこの変化というか、成長って言うとあれですけど、ファンとかね、オーディエンスの方からすると、新作で出してきてる方が多いと思うんですけれども、いろいろチャレンジしてたりしてて、面白かったんではないかなという思いますね。なんかすごく楽しそうでしたね。あと、多分ね、前回はね、もう少しアーティストさんの数多かったような気がするんですけど、今回は89人。多分去年とか100人超えてたような気がするんですけど、会場は同じなんですけど、広々使っていたような感じで、見やすかったし歩きやすかったですね。動画も撮りやすかった。そういう意味では。割り振りというか、こちらの3階は、フル株というか、割と頻繁にタグボートさんの、このタグボートアートフェアとか、常連というか、代表的なタグボート作家さんたちが並んでいて、2階は新しくというか、若い作家さんというか、タグボートアートフェアで初めましてみたいな方もいらっしゃったのかなという、そういうような割り振りだったのかなというふうな話を皆さんとちょっとしてましたけれどもね、そういう印象でした。個々のご作品のじっくり見れるような感じになってたんじゃないかなという感じがしましたね。展示の仕方もクオリティが上がっていたんじゃないかなっていうふうには思いましたね。本当だったらアーティストトークとか土曜日、日曜日にありましたので、なんかその辺も取材ができたらよかったかなとは思うんですけれども、その辺はね、タグボットさんが動画上げられると思うんで、気になる方はそちらでチェックしていただければと思いますけれどもね。なんだかんだ言って金曜日の午後4時からプレビューっていうことでしたけれども、その時間帯でこれだけの人が集まってくるというのは、やっぱりなかなかすごいなという感じがしましたね。インディペンデント東京やってるのもタグボートさんですけれども、もちろんインディペンデント東京は一般の応募でエントリー制で展示をしますけれども、もっとブースも小さいですし、人数も多いですけれども、タグボートアートフェアは、また趣向がね、タグボート所属というか取り扱いのアーティストさんということで、コンセプトが少し違いますからね。会場にはコレクターさんとかギャラリストの方もいらっしゃいましたし、こうやって若いアーティストさんの作品を一堂に見られる機会っていうのはなかなかないですからね。アーティスト単位で出るこういうフェアっていうのは日本でもそこまで多くないですからね。またこの浜松町の会場ですけれども、毎年インディペンデントもここでやりますし、このタグボートアートフェアもこの会場ですけれども、明るくてフロアも綺麗だし、そのビル全体も綺麗だし、すごくいいところですよね。この東京全体で見たらポツンと少し離れてますけど、あの会場はこういうイベントをやるにはすごくいいところです。駅からもそんな遠くないですしね。個人的にはですけど、この開催時期、このタイミングはすごいいいんじゃないかなというのは、やっぱり1月2月とかはロサンゼルスとかでアートフェアがあって、国内はあんまり動いてないですけれども、3月はね、やっぱりアートフェア東京もあるし、香港もありますので、アートウィークが。で、4月の後半ぐらい、その後一旦、わちゃわちゃが落ち着いた頃に開催するっていうタイミングはすごい良かったなと思ってますね。前の YouTube のコンテンツでもそのアートフェアとか海外の参加型お金払ってみたいな時にお話をしましたけれども、そういう意味では日本の中ではじゃあどうやったらいっぱいいろんな人に見てもらえるかなというチャンスがあるかなと思った時の、初めに選ぶのがやっぱりインディペンデント東京とかアジアとか100人店とかそういうところになってくるとは思うので、今回は VIP プレビューの様子でしたから、土日の様子はどうだったかは、この段階ではわからないですけれども、運営の方はね、本当大変な思いして準備してます。その89名のアーティストの方とか、お疲れ様でしたという感じですけど。それではまた来週。さようなら。